小柄なバイク女子は大型バイク乗ってりゃないのって、おっさんたち頑張れってたまに思うことある。スロットル一つでスムーズな加速、これがスクーターのいいところ。風が鬱陶しいときはこうやって電動スクリーンを上に上げて風を避けることができるのがフォルツァの強み。よし、このままノンストップで高速を走り切るぞ、トイレも行く必要なし、休憩なんぞいらんぜ。さあここからスロットル、おお、なんかくせえ。合流も問題なし。風が気になるのがこうやってスクリーンを上げる、ちょい下げが好き。今日はもう至る所で止められるな。至る所でじゃねえな、それは言い過ぎか。今日は結構工事の渋滞にはまるな。帰り道、スクーターのいいところ、こういったノロノロ運転でも楽。スロットルとブレーキだけ。でも足つきか、足つきを気になさってる方が多いのかな。このフォルツァ X-MAX、 この現代の 250cc スクーター、よく言われるもんな、足つきが悪いっつって。もうこればっかりはもうどうしようもないよね。ローダウンしろとかね、ローダウン版を出せとかいう声も聞かれるけど、小柄なバイク女子は大型バイク乗ってりゃないのって、おっさんたち頑張れってたまに思うことある。まあ僕も足つき悪かったら乗りたいとも思わんけど、あまりにも悪ければ。昔のスクーターに比べると足がつかないのは確かだ。昔のスクーター今乗るとどんな風に感じるのか、ちょっと乗ってみたい気はするんだけどな。 MF-06 とか、僕が乗ってた MF-06、 あとフォーサイトとかね。 MF-0810 は乗ってなかったんでね、そういうのと比べるとどうなんだろうねっていう。多分今のスクーターの方が楽しいだろうけど。だんだんペース上がってきた。ちょっと僕もペース上げよう。この5000から6000の間、モリ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 っと力がみなぎってくる、この感じ好き。車体のデザインに関してはもうこれは本当人のそれぞれ好みだでな。フォルツァのミラーがダサいとか、 MF17 のヘッドライトのデザインがブラジャーみたいとか、同じような書き込みをコメント欄にしとる人がおるけど、僕もフォルツァの動画をいろいろ見てコメント欄チェックするんだけど、また言ってんのまだ言ってんのっていう。僕もこのミラーのデザインは一番最初に友人が乗ってる MF13 を見たときに、なんかぶっといミラーかっこ悪いなと思ったけど、だんだんこう見慣れてくると気にならない。逆にこのぶっといミラーかっこええなっていう思えてしまう。お尻がねキュッとして絞り込んでるのがね
たまらん。昔のスクーターは荷物積むために、容量稼ぐために軽圧ができんだよな。ボテッとしたししとるんだけど、このフォルツァはシュッとしてね、かっこええわ。それもお気に入りポイント。メーター、このアナログの二眼メーターの間に液晶メーター、このレイアウトもかっこいいですね。見やすいし。まあでもこれは液晶メーターになったとしてもそれはしょうがないよね。綺麗なこうカラーの液晶メーターになるならいいけどな。はい、ここまで80キロ制限。さあちょっと100キロで走ってみますか。100キロだと今6300回転ぐらいか。ちょっと振動は大きくなるね。それでもそんなうるさいっていう感じではないな。だいぶこの後方からもっと速い車が迫ってきてるんで、こういう時は追い越しはちょっと待つ。で後ろの車が行ってから追い越しをしましょうか。35度になっとるじゃん。なんじゃ今日12時。しまったな、猛暑日じゃん。9月の頭暑いということですかね。ちょっとこのトレインは抜いとく。だいたい115キロぐらい出た。これぐらいの追い越しは楽々。これが楽々と言っていいのかはどうかわからんが、人によっては全然スピード遅いじゃんって感じる人もおるだろうしな。もっと速く走りたい方はさらに大きな排気量を求めた方がいいと思います。